今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツ牛乳寒天を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、フルーツがたっぷり入ったとても美味しい牛乳寒天を作っていきます。今回の牛乳寒天なんですが、飲むヨーグルトを入れていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに牛乳寒天の生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、飲むヨーグルト、お水、粉寒天、グラニュー糖。今回はこちらの5つの材料で牛乳寒天の生地を作っていきます。まず今回ですね、牛乳寒天なんですけれども、飲むヨーグルトを加えてすっきりめの仕上がりにしていきます。こちらの比率に関しましては、お好みで調整していただいても大丈夫です。この飲むヨーグルトなんですが、すでに甘さがついてます。メーカーによって甘さの違いがあると思いますので、グラニュー糖の量はお好みで調整してください。そして粉寒天なんですが、目安としては水分量 100ml に対して 1g の粉寒天を使用してください。今回はね、結構たっぷりめに作るんですが、この量はお好みで調整していただいて大丈夫です。そして使うフルーツの材料はこちらです。いちご、キウイ、みかん、パイナップル、黄桃。今回はこちらのフルーツを使って作っていきます。このフルーツに関しましては、お好みの量入れていただいて大丈夫なのと、あとは好きなフルーツを入れて作ってみてください。パイナップルと黄桃は缶詰を使っていきます。みかんとかもね、缶詰の方が手軽な場合は、そちらを使っていただくといいかなと思います。そして今回はこちらの型を使っていきます。ガラス製の保存容器です。容量で言うと 900ml になります。こちらはお好みの容器を使ってください。透明のものを使っていただくとフルーツを置くときに仕上がりのイメージがしやすくなるのでおすすめです。こういったね、ガラス容器がない場合はタッパーなどをご利用ください。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにフルーツから切っていきます。最初にこちら缶詰から切りたいと思います。このね、フルーツの大きさに関しましては、容器の大きさに合わせてお好みの大きさで切ってください。まずこちらは半分に切ります。これはだいたい6等分ぐらいにしようかな。このぐらいの一口サイズに切ります。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、パイナップルはこれで OK です。それでは続いて黄桃を切っていきます。こちらも一口サイズに切っていきましょう。切り方はお好みで OK です。はい、黄桃はこのように切ってください。それでは続いてキウイです。キウイはですね、両先端このようにヘタを切り落としてください。そしたら縦に皮を剥いていきます。はい、そして皮を剥いたら縦半分に切ってください。そしてこちらを1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、キウイはこれで OK です。こちら今縦2等分にしたんですが、大きさによってはね、縦4等分にしていただいてもいいかなと思います。それでは続いてみかんです。まずね、皮を剥きましょう。みかんは小ぶりめのものがおすすめです。そして筋を取ります。はい、このように筋を取ってください。この筋取りをね、気になる部分だけ取っていただくといいかなと思います。そうしましたら、みかんを優しく持って縦に1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、みかんはこのように切ってください。切る時なんですが、みかんを潰さないように、あんまりね、ギコギコしすぎないように切るようにしてください。それでは続いていちごです。いちごはね、まずヘタを切り落としてください。あとはですね、こちらも1センチ幅で切っていきます。はい、こんな感じです。今回はね、横にこうやって切ったんですけれども、縦に切っていただいても OK です。こちらもお好みの切り方で切ってみてください。はい、フルーツを切り終わりました。このようにフルーツは用意してください。今回ですね、1つのフルーツに対して約 100g ずつ切ってます。なので、トータルでね、500g になってます。こちらの量は目安にしてみてください。それでは続いて、底の部分にフルーツを並べていきます。並べ方はね、お好みでやってみてください。それでは、並べていきます。並べるときはね、大きめのフルーツから置いていただくとバランスが取れると思います。は
はい、こんな感じです。このように透明の容器に入れていただくと表面の仕上がりを見ながら作れるのですごくおすすめです。側面もね、だいたい1段ぐらい敷き詰めていただくと仕上がりが綺麗になると思います。そうしましたらこちらの容器は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて牛乳寒天を作っていきます。まずお鍋に粉寒天を入れてください。そしてここにお水を入れます。そしてお水を入れたら一度この中で混ぜましょう。まだ火にかけていない状態です。そして粉寒天が馴染んだら火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。加熱している最中はこのように混ぜながらね、加熱してください。はい、このようにクツクツ沸騰してきました。沸騰したら火加減は弱火にします。そしてこのまま2分間しっかりと火入れしてください。寒天は沸騰した後もしっかり火入れしないと溶けないので、必ず沸騰した後も火入れしてください。はい、今2分経ちました。そしたら一度火を止めます。そしてここにグラニュー糖を加えてください。グラニュー糖を加えたらまだ火にかけてない状態でよく混ぜます。このグラニュー糖の量なんですが、先ほども言ったんですけれども、飲むヨーグルトの甘さによって適正な量が変わってくると思います。あとはお好みもあると思いますので、今回私は大さじ2杯入れたんですけれども、ちょっと心配な方は大さじ1杯入れて、その後最後に味の調整をしていただくといいかなと思います。そしてグラニュー糖が溶けたらもう一度火にかけます。火にかけたら火加減弱火でまた30秒ほどかき混ぜながら加熱していきます。そしてしっかり寒天とグラニュー糖をなじませてください。はい、OK です。そうしましたらもう一度火を止めてください。そして続いてこちら牛乳入れていくんですが、こちらの牛乳は冷たい状態で入れてしまうと寒天の塊ができてしまう時がありますので、常温の状態に戻しておくか、もしくは電子レンジ 600W で1分ほど加熱してから加えるようにしてください。そして飲むヨーグルトに関しましても、冷たい状態で入れてしまうと塊ができてしまう時があります。飲むヨーグルトに関しましては電子レンジで加熱すると分離してしまう可能性がありますので、こちらは常温に戻してから使うようにしてください。それでは先に牛乳を加えます。まず半分ほど加えてください。そして火にかけます。火加減弱めの中火です。かき混ぜながら加熱してください。そしてまずね、牛乳と寒天をしっかりとなじませます。最初はね、ちょっと寒天固まってるかなと感じるかもしれないんですが、だんだん牛乳が温まってくると馴染んできます。だいたい混ざったら残りの牛乳を加えてください。そして混ぜます。鍋肌がふつふつするぐらいまでですね、きちんと加熱しましょう。ここでね、牛乳は沸騰させないようにだけ注意してください。そうすると膜ができてしまったりとか、あとは風味も変わってしまいます。はい、そしてね、しっかりと温まったら最後はここにヨーグルトを加えます。こちらも半分ずつ加えてください。そして混ぜましょう。今ね、火にかけた状態です。火加減は弱火から弱めの中火ぐらいで調整しながら加熱してみてください。馴染んだらまた加えます。加熱しすぎるとたまに分離してくるので、入れてしっかりと馴染んだらもう火を止めちゃって OK です。そしたらこちら一度こしたいと思います。寒天はですね、常温でも固まってしまうので、ここからの作業は手早く行うようにしてください。それではね、生地を一度こしたいと思います。このようにこしていただくと、ちょっとね、このヨーグルトの塊だったりとか、あとは寒天の塊が取れてとても滑らかな仕上がりにすることができます。あんまり加熱しすぎるとこのヨーグルトの塊がたくさん出てきてしまいますので注意してください。そしたらですね、冷蔵庫で冷やしておいたこちらの容器を取り出して、この中に寒天を入れます。優しく注ぎ入れてください。フルーツが隠れるぐらいですね。このぐらい入れてください。そしたら続いてこの残りの寒天の中にフルーツを入れていきます。残りのフルーツ全部入れちゃいましょう。そして混ぜます。そしてこのように混ぜたら、あとはこちらの容器に入れていきます。そーっと入れましょう。はい、このように入れました。こんな感じでちょうどぴったりの量になります。そうしましたらこちら粗熱を取って、その後冷蔵庫で2時間しっかり冷やします。冷やす時はですね、上にラップをかけて冷やしてください。
はい、冷やし固まりました。このように美味しそうに仕上がってます。それではね、型から取り出したいと思います。そうしましたら、こういった細めのナイフを周りに入れます。そしてちょっとね、空気を入れましょう。空気を入れたらお皿をかぶせて、そして裏返します。よいしょ。はい、ではあとは型を外します。じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これでフルーツ牛乳寒天の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにフルーツたっぷりで美味しそうに仕上がってます。はい、中身もこんな感じでフルーツたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうフルーツたっぷりですごく美味しいです。そして飲むヨーグルトが入っているのですごくさっぱりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツ牛乳寒天のポイントです。まずフルーツなんですが、こちらはお好みのものを使用してください。今回私はいちご、キウイ、パイナップル、黄桃、そしてみかん、こちらの5種類のフルーツを入れました。全部で合わせて 500g 使ってるんですけれども、こちらの量もお好みで調整していただけたらと思います。そして今回私が使った容器は 900ml の容器になります。こちら 900ml の容器でぴったりサイズになりますので、もしタッパーなどを使うときは 900ml 前後のタッパーを使うようにしてください。そして今回はですね、牛乳だけではなくて飲むヨーグルトも加えました。この飲むヨーグルトはいろんなメーカーさんのものがありまして、甘さもそれぞれ変わってくると思いますので、グラニュー糖の量はお好みで調整してください。そして牛乳と飲むヨーグルトに関してなんですが、こちらは常温に戻してから使用するようにしてください。飲むヨーグルトは必ず常温に戻していただきたいんですが、牛乳はですね、もし常温に戻すのを忘れてしまった場合は電子レンジで1分ほど加熱して使ってください。飲むヨーグルトの方は電子レンジで加熱するとたまに分離してしまうことがありますので、加熱はしないように注意していただけたらと思います。そしてフルーツを切った後なんですが、容器の底の部分にフルーツを並べてください。この時ね、透明の容器を使っていただくことで仕上がりのイメージがつきやすくなります。そしてフルーツを敷いたら、その後は冷蔵庫で冷やしておいてください。そして牛乳寒天を作る時のポイントです。まずはじめに粉寒天をしっかり溶かしてください。粉寒天はお水と合わせて、そして沸騰してから必ず2分間しっかりと火入れしてください。この火入れが甘いとたまに寒天が固まらなくなってしまいますので注意していただけたらと思います。その後はグラニュー糖、牛乳、そして飲むヨーグルトを順番に入れてください。一番最後にヨーグルトを加えるんですが、飲むヨーグルトに関しましては火入れしすぎてしまうと分離してしまいますので注意していただけたらと思います。そして生地ができたらですね、一度茶こしでこしてください。そうすると仕上がりがとても滑らかな食感になります。そしてこの寒天なんですが、常温でも固まりますので、仕上がったら手早く作業するようにしてください。まず何も入れてない生地を容器の底のフルーツが埋まるぐらいまで入れてください。そして残りの生地の中に残りのフルーツを加えて混ぜてから容器の中に入れてください。あとは常温で粗熱を取って、その後は冷蔵庫で2時間ほど冷やして召し上がっていただけたらと思います。取る時なんですけれども、容器のところに少し隙間を入れていただくと簡単に取れると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。